中戸と仕上げとぐらいだったら、は電着ダイヤでもはい結構いいし、あれだと買い直しもできるんで寿命短いですけど、ですね、せっかくなんでちょっと説明をしながらやったら、音声が入るんで責任書言ってアップするかどうかもまだ分かりませんけどもですね、切れ味の考え方としてはですね、刃先の角度ってみんな言うんですけど、刃先の角度と刃先の角度、刃先の小ささ、刃先 R って分かります？刃先 R の小ささは仕上げ通しをどんどん細かくしていったらどんどん小さくなっていくわけじゃないですか。それと側面のですね、ここの厚みの2つは別に考えた方がいいと思ってましてですね、で側面の厚みをまず抜くという作業をしますが、これはいつも研いでる包丁なんで側面は十分に薄いです。でこれがこう指で触った感じで分厚いかなどうかって調べると、分厚いところを抜くっていう感じ、ここが厚いんだったらここだけこういうふうに抜いていくとかですね、そんな感じの切り方をします。であんまり抜きすぎると刃が持たなくなるんで、そうですね、例えばこれとかここら辺にめけってなってるじゃないですか。僕のお客さんの腰がこういうのが多いです。その代わり切れ味はいいです。ということで、まあこの刃がこういうふうになってる、ここのモコっと起きてるかなっていう部分のモコの部分を今研いでるんですけども、今は、おはようございます。多分刃線は砥石に当たってないんですよ。横当ててるだけでまだ刃線は当たってないんで、刃線が当たってない時は、結構強く研いでます。人に教える時は僕は軽く研いでくださいって言って力入れてもですって言ってるんですけども、むっちゃ力入れても刃線は曲がらないんで別に構わないんですが、これを刃先を研ぐ時にあんなに力入れてしまうとこうたわむでしょ。たわんで研ぐとつるくなるので、刃先が当たる時は、力は入れない。これで十分に厚みを抜いていってあげれば、刃先 R はそんなに小さくしなくても、切れ味は良くなります。最近ね、4000万ぐらいで終わってますね。普段の研ぎのやつは。動画では8000万とか1万万とか言ってますけど、いらない。包丁は家庭用の包丁は、そうですね、そんなにいらない。当たった感じはどの辺が当たってるかなっていうのも見た感じでなんとなく分かるんで、この辺が当たってないなそしたらちょっと当ててみてですね、こんな感じで毎回側面も削ってます。分厚くなってきた時だけ研ぎ下ろすんじゃなくて、研ぐたびに側面もある程度落としてます。まあこんなもんかなと思ったら帰りは出さずに400番に移ってしまいます。初めから400番の方が良かったかもしれないですけど、このぐらいだったら。220番から始めたら220番でほとんど形とか決めてしまうんで、もう400番ではそんなに220番の研ぎ傷がついてるはずなんで、それを
なくすみたいな感じあで、ここら辺の今刃先やっぱりまだ当ててないんですけども、はいこの辺を当てる123456782345678ちょっと薄く動かす、はい、123456781今こっちで研いだけどもこの辺で研いでます、12345678123456778で、この辺をまあ全体的に当てます。12345678123456781こんな感じかな。はい、でまあざっくりですけど、こんなもんかなっていう。で今もあくまで側面を当ててるだけなので、はい、帰り出してないです。はい、刃先まだ当ててないです。はい、もうちょっと当ててくださ線ぐらいからはい当てていく、線番ぐらいから当てていくんですか。刃先帰りこれ最終的に400万で帰り今は今やってるこの作業はガタガタガタって動かしてるけども、これは220万の基準にそういう作業をしてますよっていうことなんで、帰りは出してます。ざっくりこんなもんかなっていう感じです。で今からじゃあ刃先も当てましょうかっていうんですけども、ちょっとだけ起こす、で今度は力入れない、で今力が入ってるのはこの手の中で力が入ってるのはここで押さえます。でこっちも押さないし、こっち押さえたら刃がこういうふうに、でこっち押さえてもダメだし、この状態でこれで砥石を抜いても同じ状態で動かす。でこの角度を維持するためには結局ここでホールドをしっかりしておかないとダメなんですよ。こういう押さえ方でも構いませんし、この指でグリッと押さえても構わないし、角度はこっちで押さえても構わないけど、とにかくこの補調がぶれないように、右手の握りで角度を決める。で、反りの方を当てるときはちょっとこっちを起こしていく感じですね。で、出たかな、出てないかなって微妙な感じですけども、裏からもそうして徐々に出していきます。だいたい帰り出ました。で帰りが出たら今度は線番でも同じように今は側面磨いてるだけ、その時はガタガタ揺れます。力入れて押さえてでも構いません。
れを身が今でもちょっと反り気味になってるんですけども、かなり弱い力でも反っちゃうんですよ。あでよくよく気をつけないと、あ、はい。つる首になりああ、そうまですね。す。新品の時の方が身幅があったり厚みがあったりするんで反らないんですけども、あもう研ぎ減れば研ぎ減るほど、はいつる首になりやすくなっていくんで、あ、はい。もうつる首になるのは運命なんですけども、それを意識して丁寧にやってあげないといあけません。で、普通のレギュラーの時ではこれに4000番ではい終わり、あ、で15によく切れると思います。4000番の最後の、4000番に限らないんですけど、最後の仕上げ砥石だけはい角度が一番大きくなります。はい。1000番よりも角度大きい。はい。ドバをつけるみたいなイメージか。ああ、はい。気持ちだけですけどね。あ、そんな大きく起こさないんですね。これでも随分大きいです。ああ、そうですか。両面から角度ついてるんで、これで両面からだと30度は超えると思います。あありがとうございます。こんなもんですね。あ、あじゃあちょっと試し切りでもしてみましあ、ょうはい。か。はい。はい、はい。来てください。ああ、いいですね。いいですね。片刃じゃないんでね、どうしても両刃だとちょっと剥いてみてもいいですか。いいですよ。好きなように切ってみてください。料理人さんですか？あ、それ調理師です。おお、はい。いあ、もうやって大丈夫です。いですよ。はい。ずっと取りっぱなしなんで。両刃でも剥きにくくないです。あ、全然大丈夫です。慣れたらどっちでもへ全然え。できます。まあ片刃の方がに越したことはないですけどね。うーん。コツとかってあるんですか？カツラコ向きの。ツは何でしょう。何でしょう。あんまり人に語れるほどうまくはないんですけど、うん。まあもう最初はちょっとずつから練習してどんどんストローク上げていったら勝手に上達するみたいな。最初はもう1ミリでもこの上下下から上包丁を動かしておー。でもう最初1ミリでも、うん。もう変な話 0.5 ミリでもいいんで、うん。それができるようになったらちょっとずつストロークをこう伸ばしていけば勝手にへえ。できるようになります。ちょっとス
ストローク久しぶりだったんでちょっと今下手くそですけどねでもそんな細くなるまでやりますかつらむきって。かつらむきそうですね、もう薄々の時はもう新聞の文字は確実に透き通るあ、いやぐらいにはその芯の部分がどれぐらいの薄さまでやります。ああもう小さくなるやろうとほどやりにくいでしょ。思えば鉛筆のとこまでへーぐらいまでは、はいやってください。あはいぜひ。素晴らしい。左手で送るんですよね。そうですそうです。右手はこうスライド運動して上るだけで下にスライド上下はいさせてます。上下に一応さしてますへー小さいですけど小さくさせるんですか。まあ大きかったらこうそんだけちょっとこう上下の振り幅もちょっと上がりますけど、その上下の動かすのがなんかうまくできないんですよね。こう親指で止めといてこう、うんスライドみたいな感じですかね。止めといてスライド、はいちょっとここにそのスライドが映るような感じでやってもらいます。はい、うわ小さ。今でごぼうサイズですよね。そうですねやりますね。ようそこまでやりますね。それぐらい薄くなったら人参の方が大根よりやりやすい。そうですね、しっかりしてるんで、大根だとこう結構ぐにゃぐにゃポロポロってはい、切れちゃいますよね。そうですね。まあこんな感じですかね。素晴らしい。ありがとうございました。